はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはマルゼンのワルサ PPK ガスブローバックになります。実情は超有名なので、説明もいらないと思いますけれども、一応ドイツのワルサー社が警察用拳銃として開発したワルサ PP、 こちらをですね、私服刑事向けに小型化したセミオートマチック拳銃になります。後にですね、ナチスドイツに正式採用されたり、戦後映画007のジェームス・ボンドで有名な MI6 や、日本もですね SP などの要人警護用に採用されていました。日本は今はですね P230JP になります。私もジェームス・ボンドが使用しているこのワルサ PPK が非常に気になっていました。エアガンの世界だとですね、マルゼンさんから PPK-S が以前から発売されていますよね。小さい銃が好きな私にとってこの PPK-S もですね気になってはいたんですが、購入はやめていました。なぜかというとですね、やっぱり厳密に言うとジェームス・ボンドの使用していたものと違うというところになりますね。 PPK と PPK-S の大きな違いは、簡単に言うとグリップの部分だと思うんですね。アメリカがですねケネディ暗殺事件後ですね、小型拳銃を規制化した影響でPPK のフレームをですね PP のものにして少し大型化したものが PPK-S になるそうです。今回ですね PPK のエアガンがついに、2024年に発売されて、2月初旬は人気で品薄状態になっていますが、某通販では価格が高騰したりしてますけれども、私はですねタイミングよくですね値引きの大きい価格で購入できそうだったので P230 を購入したばかりですが購入してしまいました。コンシールドキャリーのベースとなったようなこの PPK の見た目も気になっており、銃の細部についてですね見ていきたいと思います。またメーカーは違いますけれども、P230 との違い、こちらも確かめてみたいと思います。手にした印象ですけれども、今まで見たコンシールドキャリーの中でもかなり小さく感じました。重量も約 370g とかなり軽量だと思います。持った感じもしっくりきてですね、グリップも持ちやすいのが印象的です。見た目が結構真っ黒で、なんていうかですね、良い意味で道具感みたいな感じがあって、警察や要員警護用の拳銃な感じがしました。あとやはりワルサーの刻印がかなり目立つのが印象的です。なんといってもですね、やっぱりガスブローバックで動くのと思うくらいの小ささがですね、やっぱり第一印象ですね。はい、それでは各部見ていきたいと思います。このモデルはですね 7.65mm 3人 ACP 弾ですね、こちらを発射するマズルになっています。実銃の使用弾薬は22LR 弾とか、あと 25ACP 弾とか、あと 32ACP 弾とか 380ACP 弾など多様性があるようですね。あとインナーバレルがですね銃口間際で来ているのがわかるかと思います。P230 はインナーバレルがシルバーだったので、これは好みだと思いますけれども、PPK もシルバーにしてほしかったかなというふうに思います。フロントサイトは一体型になります。あとですね、フロントサイトリアサイトともにですねホワイトドット等はありません。こちらも P230 とは違う点ですね。左側の刻印はこの通りになります。刻印は浅めなんですけれども、ワルサー社と正式なライセンス契約に基づく刻印になっているようです。あとこちらにですね7.65mm の記載がありますね。 PPK-S は 380ACB 弾の記載なので、こちらも違いがありそうですね。あとこちらですね、ニトロマーク無塩火薬使用合格印になるそうですけれども、それがこちらに入っているのが印象的です。フレーム下部にはですねパーティングラインはありません。トリガーの前面ですね、こちらにはですねセレーションが入っています。トリガーはですねコッキングするとこの通りですね後ろの方に下がります。左右のですねグリップパネルとですね、あとスプリングハウジングにもですねチェッカリングが施されています。グリップパネルにもですねワルサーの刻印が入っています。グリップ下部にですねこのフィンガーレストがありって、
手の小さい私にはもうですね、非常に握りやすい大きさだと感じました。あとグリップテーブ、こちらにですね、法執行機関採用銃らしくですね、ライン&リッグがあります。スライドの後方にはですね、こちらにセーフティーレバーがあります。こちらは金属製だと思いますね。こちらこの通りセーフティーとですね、コッキング時にはデコッキング機能になっております。あとこちらの銃はですね、ダブルアクションでの発射が可能です。マガジンキャッチはですね、左側のみになります。P230 はですね、グリップテーブのレバーだったので、操作性は PPK の方が良いと思います。スライド上部にはですね、反射防止が入っています。ハンマーはコーンタイプで、こちら上部にですね、セレーションが入ってますね。こちらも金属製になります。エキストラクターはですね、こちら別パーツになっています。ただ金属製ではなさそうですね。スライド左側の刻印はこの通りで、こちらシリアルナンバーですかね。あと、このチャンバーの内部にですね、先ほどのニトロマークと、あと製造年月日の表記のアルファベットがあるのと、あとこの一番右はですね、ドイツのウルム検査場合格員のこのアントラーマーク、こちらが彫られていますね。この辺りも非常にリアルですよね。マガジンの装弾数は18発になります。マガジンは PPKS よりも、当たり前ですけれども短くなっているようです。これ P230 はプレス板を噛み合わせた外側スチール製だったんですけれども、PPK は亜鉛ダイキャスト製です。こちらワルサーの刻印がマガジンにも入ってますね。キャリバーの刻印は 6mmBB 弾になってますね。あと先ほども言いましたけれども、こちらですね、マガジンバンバーフィンガーレスト形状になっています。あと特徴的なのがマガジンリップですね。これマルゼン製らしくですね、金属製になっています。あとこちらのマガジン、空打ちが可能なんですね。このレバーをですね、この通り右側に引っ掛けるとですね、空打ちになります。この銃はスライドストップが外側にないので、この機能が嬉しいですね。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらですね、まずトリガーガード前方を下に動かしてですね、スライドを引いて、後方を上に上げて前方にずらすと、この通りですね、スライドとフレームが分解できますね。こちらリコイルスプリングですね。こちらアウターバレルは樹脂製ですね。アウターバレルに、このようにリコイルスプリングをつけるような形になりますね。あとこれチャンバー付近にですね、ホップ調整がないので固定ホップ仕様ですね。あと取りやすいんですが、こちらがスライドストップレバーですね。こちらはスチールではないですね。機関部にはスチールパーツはなさそうですね。はい、あとこちらスライドになりますけれども、非常に軽量ですね。ただスライドは軽量ですけれども、このシリンダー周りは金属パーツで補強されていますね。P230 はヘビーウェイトだったので、若干質感とはちょっと違いますね。あとスライドストップもこの金属パーツのここですかねでかかるんだと思われます。あと気になるのがこの P230 と同じなんですけど、これノズルがやっぱり伸びたままなんですよね。こちら PPK もですね、ノズルリターンスプリングはなさそうです。P230 はこれが原因か不明なんですけれども、コッキングするときにですね、チャンバーからタモポロが多いんですけれども、幸い PPK は今のところ同じ現象はないですね。ただスライドストップしたときに、こういう感じでですね、
まあちょっと残ってて見た目はあんまりよろしくないかなと私は思いました。全体の感想になりますけれども、まずは非常に小さいのがいいですよね。これぞコンシールドキャリー銃という感じがします。はい、P230 とちょっと比較してみましたが、下が P230 で上が PPK になります。まあこうやって比較するとですね、PPK の小ささがわかるかと思います。外装もリアル刻印やエッジの効いたスライドですとか、あと真っ黒な色合いですね。こちらも実物感があっていいと思います。実車はですね、コンパクトながらグリップも良くてですね、非常に握りやすく打ちやすいと感じました。私が持っているマルゼンさんのですね銃はブローバックはゆっくりとしたイメージだったんですけれども、 PPK はキビキビと動いてですね、小さい銃ながら気持ちよいリコイルを感じられます。意外なのはこの小さいマガジン、気温が意外と低い中でもですね、しっかりとリコイルを味わうことができます。マガジンを相当温めればですね、発射音も結構迫力があって手にも響くリコイルを感じられました。あとサイトですね、こちらもエッジが効いていて狙いやすいですが、ホワイトドット等がないので、視認性では P230 の方が良いかと思います。難点を言えばですね、ノズルの文字がないことだけですかね。PPK はタマプロはないですが、やっぱりスライドストップの時のですね見た目は良くないと思います。初速はですね、動画内ではマガジン相当温めて計測しているので 70m 毎秒以上出ています。ただその反動だから分かりませんが、1マグあたりの発射数はちょっと減っちゃいますね。あと私は部屋打ちで影響ありませんが、固定ホップっていうのもですね、長距離だと影響があるのかもしれません。ただですね、純正のサイレンサーネジ付きのメタルアウターバレルが取り付け可能とのことで、こちらのハイパードロフさんの情報ですけれども、こちらで可変ホップが対応できそうです。これは PPKS 用の製品なんですかね。PPK の発売を待ちに待った方は非常に多いと思います。今回の PPK は私的にも非常に満足いくものになりました。ワルサの正式ライセンスに基づく刻印類や真っ黒な色合いから感じる仕事のためのような自由な見た目も良くてですね、これだけでも所有欲を満足させられると思います。あと手のひらサイズのこの小ささやですね、持ちやすいグリップは非常に扱いやすくて、キビキビとしたブローバックと実写性能も非常に満足いくものだと思いました。ちょっと思ったんですが、東京マルイのボディーガード380ってあると思うんですけれども、これブローバックできないですかね。PPK より全長は 1.5 センチ短いので、そう厳しいんでしょうけれども、ぜひ小さい銃ブローバックにしてもらいたいですね。あと価格もですね、最近のエアガンの中では非常にリーズナブルでお買い得感があると思います。今後はですね、先ほど言ったサイレンサーネジ付きメタルアウターバレルとですね、あとサイレンサー、こちらを購入して、さらなるスパイ感を味わえる感じにしたいと思っています。あとこの銃、ウェザリング塗装で使用感出したらもっといい感じになるんじゃないかななんて今ちょっと感じたので、今後塗装も検討してみようかなというふうに思いました。2024年2月現在売り切れが多いですけれども、ワルサー好きやジェームス・ボンドのファンの方には必須のアイテムだと思います。ぜひ手に取ってみてですね、その小ささを感じてみてはいかがでしょうか。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで、さようなら。